皆さんこんにちは、みさとです。今見えているのは岡山県の宇野港線の終点、宇野駅です。今回はここ宇野からフェリーに乗って四国は高松へ行ってみたいと思います。さて、宇野から高松へは不幸連絡船が廃止された後も民間フェリー数社の運航は残されていましたが、5年前に最後の1社が運航を終えました。ですが、直通はありませんが、今でも途中で乗り継ぐと、宇野高松間を船で移動できます。ということで、今日乗るのは、宇野高松を乗り継ぎ移動可能な四国汽船のフェリーです。まずは、宇野から直島の宮浦港への航路です。フェリーということで、車やバスが待機中です。切符売り場で直島の宮浦への切符を買います。こちらの券売機で直島への切符を購入。運賃は大人片道で300円。自転車や車の方は窓口で購入になります。購入した切符はこちら。下は配布されている時刻表です。時間に余裕があって待合室にいましたが、30分ぐらい前から急に人が増えました。ほぼすべて外国人観光客の方でした。乗船ができるようになりました。先ほどの外国人観光客の方は先に乗り込んでいかれました。私も乗船します。階段を上がって客室へ。客室まで来るとこんな感じの椅子がたくさん並んでいます。外を見ると別の航路の瀬戸がいました。椅子は JR の特急のシートに似ていますが、リクライニングはしません。乗船時間も知れてますので、これで十分ですね。船内はやはり外国人の方が多いですね。7割ぐらい埋まっている感じでしょうか。11時の出港時間になり、動き出しました。宇野の対岸の大きな島の直島。その島の宮浦港へ向かいます。時速 20km ということは10ノットぐらいのスピードでしょうか。右側にクレーンが多く見えるのは宇野と地続きの玉野市の造船会社ですが、今は造船事業から撤退して重工業的な製造、メンテナンス、船舶設計などをしているようです。左に見えるのは桂島で読み合っているでしょうか。無人島のようです。釣り船が結構たくさんいました。島に囲まれているし、波も穏やかそうで、釣り向きのスポットなんでしょうね。後ろに見える島は工人島のようです。こちらも無人島です。プライベートビーチのような砂浜に見える場所がありました。こうして直島の宮浦港に入港ですが、入れ違いに同じ航路の宇野行き朝日が出港していきました。宇野から時刻表上の所要時間は20分ですが、15分ほどで宮浦港に到着です。この船、直島ですが、この後私が乗る高松行きになりますが、高松へ向かう乗客も一旦下船することになっています。接岸作業中で待機しているところ、こうして直島に上陸。と言ってもすぐ高松へ向かうので束の間の上陸です。上陸してすぐ右にあるガラス張りの建物は海の駅直島だそうです。この中に入ると切符売り場があります。ここで高松までの切符を購入。大人片道で520円です。再び先ほどと同じフェリーの直島に乗船します。並んでいる列の長さを見ても宇野から直島へ行くよりも短かったです。運行ダイヤ上は11時20分着の30分発で、この間に乗車券購入の余裕があるか気がかりでしたが、早めに入港したおかげで10分の乗り継ぎ時間にしてはゆとりがあったようです。時間が経っても空席が目立ちます。今乗っているフェリー直島の船内図です。船内はドリンクの自販機はありますが、売店はないようです。ドリンクの自販機です。
フェリーの中ですが、飲料の価格は街中の自販機と同じ価格のようです。こうしているうちにフェリーは動き出しました。宇野から宮浦港までは20分とあっという間なので座って過ごしましたが、宮浦港から高松までは1時間かかります。高松までの方が時間がかかりますが、直島は香川県香川郡直島町になります。1時間と時間に余裕があるので3階のデッキに上がってみます。宮浦港には船の頭から接岸していて、ちょうど街道を終えたフェリーが前進を始めたところでした。ぐるっと3階デッキを見渡しまして、この方角には瀬戸大橋が見えます。こちら側は宇野から左側の車窓で見えなかった直島の風景。直島は今はアートの島で売り出して、インバウンドなお客さんも増えて賑わっています。ですが、直島は過去に銅の製錬所の工場を受け入れ、アリュー酸ガスによって直島の北半分は草木が生えにくい環境になったいきさつがあります。明治の頃に足尾銅山でも山に草木が生えなくなった事例もありましたね。企業を受け入れたおかげで税収や雇用面などで直島は豊かにはなったので、一概にこの状況の是非を部外者が安易に論ずることはできませんが、近年は製錬所の銅の価格低下で陰りが見え、事業の方針転換などもあり、直島は企業城下町として暗雲が立ち込めましたが、先ほどのアートの島で売り出して直島は観光の面で蘇り、今に至ります。そんなことを思いつつ直島を後にします。ここから先は高松港まで周囲に島もなく、高松へのコースが見渡せる感じですね。瀬戸大橋方面をズームしてみると、三つ子島に立つ北備山瀬戸大橋と南備山瀬戸大橋の間のアンカーブロックが見えます。こちらは円錐形の無人島、大槌島が見えます。この島の北半分は岡山県、南半分は香川県だそうです。北備山瀬戸大橋、南備山瀬戸大橋ともに橋の下は航路になっており、大きな船などが行き交っているのが見えます。ちなみに今のは望遠で見ています。実際に見るとこのサイズです。フェリーの後ろ寄りの方向を見ると、瀬戸大橋の真ん中の2連の斜張橋の櫃石島橋と岩黒島橋が見えました。宮浦港を出港して23分ぐらい経ちましたが、望遠で見るとこんな風に高松市街が見えました。出港30分後、だいぶ陸地が近づいてきました。船内はこんな雰囲気。30分も経っていて、ちょっと退屈してきた感じでしょうか。出港後40分経過。高松市街地が近づいた感じがしますが、そこから先はなかなか近づかない感じがしました。早く着いてほしいという願望でしょうか。まだこの船旅は終わってほしくないんですけども。出港後50分経過。あと10分で高松港到着です。高松港の瀬戸しるべが間近になってきました。防波堤の内側へ。桟橋が見えて、ここでフェリーは方向転換中です。反転し終えて接岸です。高松城の月見櫓が見えます。到着案内があって下船します。高松港は車両甲板の横からではなくてタラップで下船でした。これで四国に上陸です。フェリー直島1時間半ほどお世話になりました。フェリーターミナル内は多くの人でごった返していました。宇野港からも出ていましたが、ここ高松港も小豆島へ行くフェリーが出ています。今日は土曜日で、月曜日は振り替え休日の3連休。3連休初日でお出かけの方も多いのでしょうね。ということで、宇野から1回乗り継いでですが、高松までフェリーで来ることができました。
乗り換えこそあって本数も少なく、瀬戸大橋より時間もかかりますが、こうしてフェリーで行くのも面白いですよね。最後に岡山から高松まで運賃を比較してみます。JR の快速マリンライナー自由席利用だと1660円です。宇野からフェリー乗り継ぎだと JR の岡山宇野間が590円、フェリーが300円と520円で820円、合計で1410円で岡山から高松を移動できます。250円フェリー利用の方が安くなりました。所要時間は JR の快速マリンライナーで岡山高松間は約1時間。フェリーを使うと乗り継ぎ時間次第ですが2時間半ほどかかります。四国へ行くたびに時間の余裕があればこのフェリーを片道に加えても良いかなと思いました。それでは今回の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。